皆さんこんにちは。コケラクフィルムへようこそ。今回はコケの種類別に植え付け方のコツやポイントをじっくりと分かりやすく解説していきます。特にこれからコケテラリウムを始めようと思っている初心者の方は必見です。では早速始めていきましょう。はい、今回の動画は何度もコケテラリウムを作ってきた方にとっては基本中の基本の内容で物足りないかと思いますが、これから始めようと思っている方にとってはとってもお役に立てる内容だと思います。日本には1800種類のコケがあると言われておりますが、テラリウムで使用するのはその中のたった数種類です。とはいえそれぞれ形も違えば特徴も違い、非常に個性豊かです。なので植え付けもその特徴に合わせて上手に綺麗に植え付けてあげる必要があります。私が初めてテラリウムを作った時は本当に見よう見まねでしたが、何個も作っていくうちにどんどんコツを覚えていきました。で、皆さんはこの動画を見て植え方のコツを知って誰からも綺麗だねって言われるコケテラリウムを作ってください。で、今回選んだコケは卵系、ヒノキゴケ、コバの提灯ゴケ、その3つになります。で、いずれもよく私の作るテラリウムに登場するコケたちです。まずはこの3種類の植え付け方のコツをマスターしてみましょう。ここに基本となる容器とあと土台を用意しました。このベースソイルは湿らせた状態です。で、ここにコツやポイントを解説しながら植え付けて完成させていこうと思います。ではまずは卵系からいってみましょう。はい、こちらに卵系を用意しました。で、卵系はこれをほぐしながら1本ずつ取り出していきます。まずはほぐしていきます。なるべく緑がいっぱいついてる茎をほぐしていきましょう。で、途中でちぎれてしまっても特に問題ないです。そのまま使うことができます。ちょっと羽振りのいいのを使おうかな。はい、何本かほぐし終えましたのでこれぐらいにしておきましょうか。はい、ほぐし終わったらこんな感じになります。で、卵系は3本ぐらいまとめて植えると植え付けやすいですね。じゃあこれとこれをまとめて、この緑の部分、ここの部分が見えるようにして、この下の余分なところっていうのはもうこの段階でカットをしていきます。カット。そうするとこんな感じになります。こんな感じで、これをこの草の先端の頭はしっかり揃えてピンセットでつまんでいきます。こういう形でつまんでいきます。じゃあ植え付けてみましょうか。この石の前のあたりに植えていきましょう。植え込みましたらこのままピンセットを抜いてもいいんですけれども、そうするとこの卵系も一緒に抜けてきてしまうことがあるので、これマドラーなんですけど、これでちょっと押さえてあげて、でピンセットを緩めて引き抜きます。はい、そうすると植え付けができます。はい、じゃあ同様にまた3本束にします。はい、そうするとさっきと同様こんな感じですね。植え込み深さなんですけど、私はだいたいいつも1センチから1.5センチくらい植え込んでいます。で、それだけ植え込もうとするとこの厚みがないとここまで植え込みたくても植え込みができませんので、それだけ注意してください。で、卵系の葉っぱは上から見ると放射状になってます。つまり偏りがないので、特にその葉っぱの向きとかっていうのは気にしなくてもいいと思います。
玉苔は平らなレイアウトに全体に広めに植え付けたり、逆にワンポイントでキュッとまとめても可愛いという万能選手です。緑の発色が良く、多少乾燥しても葉の形にそんなに変化はないので、インテリアとして飾るにも安定した姿を常に見せてくれます。春になると出てくる胞子体が丸っこくてまるで目玉の親父のように見えて、その見た目が可愛いと人気の苔です。はい、では次行ってみましょう。次はヒノキゴケをやってみましょう。はい、こちらがヒノキゴケです。ヒノキゴケも玉ゴケと同様1本ずつほぐしていくといいと思います。で、なるべく緑っぽい葉っぱのものを使っていきます。茶色く変色してしまっているともう枯れていってしまう苔なので、青々としたものを選ぶといいと思います。何本かにほぐして、その中から形のいいものを選びましょう。だいたいほぐし終わりました。はい、1本ずつにほぐしましたら、ヒノキゴケも2本3本ずつぐらいまとめればいいと思うんですけれども、なるべく大きさの同じものを選んだ方が見た目がいいかな。で、ヒノキゴケはこういう風に、神戸を垂れてるというか、猫じゃらしのようにくねって曲がっているので、その方向はちょっと気にした方がいいと思います。レイアウトとしてこう見える側の方に垂れ下がっていた方が、いいんじゃないかなと思いますね。これが反対向いてるとお尻向けられちゃってるような感じに捉えられる場合もあると思うので、こっち側正面にした方がいいと思います。この根元の土の部分ですね、これはなるべくテラリウムの中には入れたくないので、この土の部分っていうのは極力ここで落としていきます。ヒノキゴケってふさふさしているので、このふさふさしている中に結構汚れというかゴミというか、そういうものが入ってたりするんですね。テラリウムのレイアウトをした後だと取れにくいので、この段階で取っていきます。で、どうしてもこうピンセットとかで取りにくい場合は、こうやって容器に水を用意して、でそこにヒノキゴケをつけて洗っていきます。そうすると細かい汚れとかは落ちてくれます。綺麗になりましたね。はい、ではテラリウムに植えていきましょう。じゃあ今度はこの石の右側に植えていきましょうか。こうピンセットでつまんだ時に先端にちょろっとこう長い場合ですね、長い場合は玉ゴケと一緒でこれもカットしていきます。先端が長いと土の中にうまく刺さらないのと、あとピンセットを抜いた時に一緒に抜けてしまいやすいんです。なのでピンセットの先端ぐらいの長さに合わせてカットをするっていうのがおすすめです。これで植えていきましょうか。ちょっと向きを気にしながら。で、これもマドラーで押さえながら抜いていきます。もうちょっと植えていきましょうかね。はい、まとめました。土を落とします。これもふさふさの中にゴミが入っているので、ここで洗っていきます。じゃあこれを植えていきましょう。ヒノキゴケは背が高いので、小瓶の中の空いた空間を視覚的に埋めてくれます。ふさふさの柔らかい雰囲気を作り出してくれます。で、古い株は時間が経つと茶色く変色しますけれども、諦めずに管理していると新しい緑色の新芽が元気に顔を出してくれます。茶色くなった部分はもうハサミでカットしてしまって、で取り除いてあげれば OK です。メンテナンスはそのようにしてください。苔のポイント3種目ですね。小葉の提灯苔、これを植えていきます。
コバの提灯ゴケなんですけど、雌雄異種といって雄花と雌花っていうのがそれぞれ別の個体につけれるんですね。葉っぱ状の雌花と花状の雄花っていうのを混合させて植え付けるとより自然になると思います。花状なのでこれが雄花で、こっちが葉っぱ状なので雌花になりますね。完全に一本一本にする必要はないと思うんですけど、少し分解した形で株立ち状にして植えていこうと思います。これもなるべくみずみずしい緑色の葉っぱを選ぶようにしてください。茶色っぽくなってしまっている葉っぱとかもありますので、コケテラリウムには入れないようにしましょう。さあこんな感じですね。でこれを一つの株立ちとしてテラリウムの中に植えていきます。この根っこについた土は落としていきます。なるべくテラリウムの中に土などの有機物は入れないようにしてください。カビとか虫が発生する原因になります。でコバの提灯ゴケとか小坪ゴケとか水辺によくいるコケっていうのは水分をとても好みますので、メンテナンスをする時にはもう葉っぱの表面がみずみずしくなってすごい美しいですので、よく霧吹きをかけてあげるといいと思います。せっかくさっきヒノキゴケで水使いましたので、これもドボンと水の中でいっぺん洗いましょうか。気持ちよさそうですね。汚れがたくさん取れます。この一株をですね、ピンセットでまとめてつまんでください。でこの根っこの先のあたりまでピンセットが来るようにしっかりつまんでください。これに関してはこう差し込む深さを調整することによってこの葉っぱの立ち上がり具合っていうのは結構調整できます。浅めに植え込むと葉っぱは垂れ下がりますし、深めに植え込みますとこういう感じになるので葉っぱがちょっと立ち上がった状態になります。レイアウトによってその深さを調整してもらえばいいと思います。あとこの葉っぱ状の部分がですね、石にこうまとわりつくような形で成長していってくれたりして、それも形として面白いので、そういうのを狙うのであれば石の側に沿わせるような形で植え込んであげるといいと思います。こっち側が寂しいのでこちら側に植え込んでいきます。コバの提灯ゴケは湿度が高い場所を好むコケなので、高さを出すレイアウトであるんであれば保水性の高いベースソイルに近い側の低い位置に植えるといいです。あんまり高いところにするとすぐ水が枯れてしまって保水性としてはあんまりよろしくないので、ベースソイルに近い低い位置に植えるといいんじゃないかなと思ってます。比較的他のコケと比べて成長が早いので着生しやすい石などのそばに植え付けてそれを楽しむっていうのもいいかなと思います。今回は3種類のコケの植え方をまとめてみました。で、ご説明したコツとか方法はほとんど私が今まで作っていって身につけたものです。もしかしたらこれが絶対に正しいわけではないかもしれませんが、その辺はご了承ください。皆さんもこれからたくさんコケテラリウムを作って植え付け方法を工夫していってより良い方法などがあれば今度はぜひ私にも教えてくださいね。コケそれぞれの特徴を抑えながら美しくそしてかっこいいコケテラリウムができることを期待しております。はい、今回はコケテラリウムを制作しながら3種類のコケの植え付けのコツとポイントをお伝えしてきました。最後まで見ていただきありがとうございました。またいろいろ新しいアイデアを考えて誰でもできるコケテラリウムの作り方をお伝えできるように日夜頑張っていきます。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いします。またコメントもいただけると嬉しいです。では最後にコケテラリウムの完成動画をお届けいたします。次回またお会いしましょう。ありがとうございました。